こんにちは、Aスタイルです。私は今、羽田空港第1ターミナル南ウイングにいます。これから福岡に行くために飛行機に乗るところです。今回の動画は羽田空港国内線第1ターミナル南ウイングにある JAL ダイヤモンドプレミアラウンジのサービスと羽田から福岡までのファーストクラスの機内をご紹介いたします。羽田空港国内線にある JAL ラウンジは2種類、桜ラウンジとダイヤモンドプレミアラウンジがあります。JAL ラウンジの利用対象者をざっくりと説明すると、桜ラウンジは JAL のステータスがサファイア以上の方や国際線ビジネスクラス、ファーストクラスに搭乗する乗り継ぎのために使う方が利用でき、ダイヤモンドプレミアラウンジはJAL のステータスが JGC プレミア以上の方、国内線ファーストクラスに乗る方、国際線ファーストクラスに搭乗する乗り継ぎのために使う方が利用できます。JAL のステータスは、搭乗する回数や飛行機を利用する際付与されるフライオンポイントの年間積算数によって獲得できます。ラウンジ利用以外にも、優先搭乗や手荷物の重さや受け取りの優遇など便利なサービスがあるため、飛行機を利用する人にとってステータスを獲得・維持するのはとてもメリットがあります。旅行が好きな方や仕事で飛行機を利用する方は比較的ステータスを獲得しやすいのですが、ステータスを獲得するために飛行機に乗るステータス修行をする方も数多くいます。私はダイヤモンドのステータスを持っているのと、今日はファーストクラスの利用もするため、ダイヤモンドプレミアラウンジをご紹介します。ラウンジ内はとても高級感があります。座り心地の良い椅子や余裕のある空間で、搭乗前の時間をゆっくりと過ごすことができます。ダイヤモンドプレミアラウンジの利点の一つは軽食が用意されていること。2022年7月のダイニングエリアのサービスは、アルコールやコーヒー、紅茶、ソフトドリンクのほか、スペシャルメニューのメゾンカイザーのパンや、築地丸竹の卵サンド、おにぎりが置いてありました。ハーゲンダッツのアイスクリームもあります。季節によっておにぎりの具が変わったり、11時半以降には JAL 特製のカレーパンが置かれています。飛行機に乗る前だとバタバタして食事を食べる時間がないのですが、搭乗直前にこのサービスを利用できると一息つけるのでとてもありがたいサービスです。他にマッサージチェアやパソコン作業ができるデスクなどもあり、状況に応じて様々な過ごし方ができるようにされています。ダイヤモンドプレミアラウンジは羽田空港をはじめ新千歳空港、伊丹空港、福岡空港、那覇空港にあり、どの空港のラウンジもとても過ごしやすいので、利用時ぜひ参考にしていただけたらと思います。今回乗る飛行機は日本航空8時発 JL307 便、東京国際空港羽田から福岡空港へ向かいます。機材は JAL のフラッグシップ機エアバス A350。コックピットの窓の周りは黒く縁取られており、パンダのような見た目で、翼の先にあるウィングレットは赤のグラデーションになっている、見たらすぐにわかる特徴的な飛行機です。JAL が初めて導入したエアバス機で2019年に運航を開始。羽田と伊丹、新千歳、福岡、那覇間で、伊丹と那覇間でも就航しています。私は今まで何度か利用したことがありますが、とても静かで安定性があるためリラックスして乗ることができます。
機体を軽く作り、ロールスロイス社の先進的技術を取り入れたエンジンを使っているため、低騒音や低燃費を実現。環境にも配慮されているそうです。ファーストクラス、クラス J、普通席があり、今回私はファーストクラスの窓際 1A を予約しました。A350 の900、ファーストクラス12席、クラス J94 席、普通席263席、操座席数369席の飛行機です。日本の伝統美がテーマの内装はほとんどが JAL オリジナル。ブランドカラーの黒や赤を生かしたシックで統一感がある空間です。客室は化粧室やギャレーの配置が工夫されているため、広くて開放感があります。シートも快適。全クラス国内線のスリムシートから一回り厚い国際線並みのシートを採用しているそうです。ファーストクラスはソファーのような座り心地で、電動マッサージまでついていました。スリッパやソニーのノイズキャンセリング機能付きのヘッドホン、テンピュールのクッションも用意されています。また全席に個人用モニターがあり、映画やテレビ、電子書籍などを楽しむことができます。もちろん機内 Wi-Fi サービスもあり、シートには USB ポートや AC 電源もあるため、自分のスマートフォンやタブレットの充電を心配することなく、ネットサーフィンやメールのチェックができます。オンラインで YouTube などは見ることはできませんでしたが、LINE は利用できました。除菌シートや使い捨てのおしぼりも用意されていて、ご時世的にも安心です。やっぱり他の機材に比べてとても静か。飛行機が苦手な方や赤ちゃんも安心して乗れそうです。国内線のファーストクラスの楽しみの一つは食事。搭乗する飛行機の時間に合わせた食事が用意されます。私は朝の便に乗ったので朝食が用意されました。朝食は羽田を出発する便と羽田到着の便、伊丹出発の沖縄便でメニューが異なります。メインプレートは夏野菜とベーコンのオープンサンドイッチのタルティーヌとパンオショコラ。アペタイザーはチキンのコンソメ仕立て。ポテトや冬瓜、人参、ヤングコーン、インゲンが入っています。フレッシュサラダにはミニトマト、玉ねぎ、レタスが入っていました。ソーセージや玉ねぎ、人参、キャベツ、枝豆が入ったコンソメスープに、デザートは夏らしいスイカです。アルコールは日本酒、ワイン、焼酎、ビール、ハイボール、サワーがあります。ソフトドリンクはミネラルウォーターやジュース、コーヒー、紅茶、スープなど数多くの種類が提供されていました。主人も私も今日は車の運転をしないので、朝だけどシャンパンをいただきました。ファーストクラスの食事は本当に上品な味で美味しい。野菜もたくさん入っていて体にも良さそうです。
私が搭乗した日は気流の関係で飛行機がとても揺れましたが、テーブルが大きいせいか食事をする上で困ることは全くありませんでした。最後に美味しいコーヒーをいただき食事終了。炭酸水もいただきました。羽田から福岡までは2時間弱。食事を終えるとあっという間に九州が見えてきます。福岡空港に到着しました。A350 のファーストクラスいかがでしたでしょうか。自宅のリビングにいるかのようにリラックスして過ごすことができる座席だと思います。普通席に関して言うと国際線機材のエコノミーより A350 の方が圧倒的に快適だと思います。2023年には国際線で A350 の1000の運航がスタートする予定。こちらも登場するのがとても楽しみです。次回の A スタイルは私が厳選して選んだ福岡の美味しいグルメ店をご紹介いたします。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら高評価、チャンネル登録をお願いします。